こんにちは。今日も日本語で話します。皆さんね、友達がした話覚えていますか？例えば日本旅行で友達が日本の旅行ですごく美味しいお寿司を食べた。めちゃくちゃ美味しいお寿司屋がある。それはね、渋谷にあって、でも渋谷のすごく細い道を歩いていって、その奥に小さい扉があって、その扉本当にお店なのかな？お店なのかわからない。でもギーッと扉を開けて入っていく。すると中はきれいに掃除された木のカウンターがあって、そこでお店の人がいて、よしはいって元気に挨拶をしてくれて、そのお寿司が本当に美味しかったね。そんなこと覚えていますか？覚えていますかというか、そういう話は覚えますよね。頭に残ります。このポッドキャストはそういうポッドキャストです。友達がした話、友達とカフェに座っていて話す、ね、そこには写真もないし映像もありません。ただ友達が話している、日本語を使って話している、あなたはそれを頭で考えます。細い道、渋谷の細い道、どんな細い道かな？どんな道だろう？でそのお寿司はどんな味がしたんだろう？どんな味だったんだろう？頭で想像しますね。考えますね。そうやって考えることでその話を覚えますね。なので、日本語を聞くのに、覚えるのにとってもねいいと思うんですね、ストーリーは。はい。僕の OK ジャパニーズポッドキャストはそんなポッドキャストです。はい。今日のお話、今日のお話は僕の昨日の話です。昨日ね、僕は夜出かけてとっても楽しかったんです。そこでね、思いました。人生って楽しいな。人生ってこんな楽しいことがあるよね。懐かしいな、思い出した。そう思った話です。はい。僕はね、昔音楽を仕事でしていました。ミュージシャンとしてお金を稼いで働いていました。今は違う仕事をしています。だからあまり音楽を演奏していなかったんですよ。楽器をね、演奏していませんでした。一人ではギターを弾いたりピアノを弾いたりしていました。でも友達と一緒に演奏したり、ドラムと一緒に演奏したり、ピアノと一緒に演奏したりしていませんでした。だから大きな音で演奏はしていなかったんです。僕は12月あまり体の調子がよくありませんでした。ね、喉も調子がよくありませんでした。だからずっとね、家にいて、ずっと仕事をして家にいて、寝て、仕事をして、そういう生活をしていたんです。だから、なんか音楽をやりたいな、演奏したいなってずっと思っていたんですよ。だけど日本ってあんまりそういう場所が多くないんです。例えばバーに行ってギターが置いてあって、バーなんだけどギターもお客さんが弾く。お客さんが弾いて周りの人が一緒に弾く。でベースを弾いてドラムを叩いて、そういうねジャムセッションと言います。そういうのをジャムセッション。
そういう場所はね、本当に少ない。だから、インターネットでたくさん探さなければいけません。で、僕はね、たくさん探しました。で、一つ見つけて行ったことがある場所。で、そこに行ったんですよ。そこに行ったら、お店がやってなかったんですね。その日はやってませんでした。お店の前まで行ったのにね。そう。で、ダメかと思って、次の日、まだ僕は弾きたい。音楽をやりたいぞ。もなんかもう、いても立ってもいられない。もうじっとしていられない。止まっていられない。そんな気持ちになりました。だから、たくさん探したら出てきたんですよ。あるバーがあってね。で、そこでは、楽器も置いてあるよ。で、一緒に歌うこともできるよって書いてあったんですね。でも、あまりそれ以上のことは書いてありませんでした。情報が少なかったです。だから少しね、迷いました。これは本当に僕の思う場所なのかな。ロックとかポップとかを演奏してみんなで楽しめる場所かな。初めて行っても大丈夫かな。初めてであまり歓迎されないかな。あんまりいらっしゃいって言われない場所もあるんですよ。バーはね、特に地元の人が集まるバー、地元の人だけが行くバー、そういう場所はね、あるんです。だから新しい人が来ると一元さんと言われて、一つに見ると書いて一元。一回目に見に来た人、一回目に来た人を一元さんをつけて一元さんと言われるんですね。ずっといつもいる人は常連さん。常に連絡の連で常にいる人、常連さん。で、常連さんがたくさん、そこに一元さんが来る。そうすると雰囲気が少し崩れる。ね。そういう場合もある。だけど、でも入ってみないとわからないんですよ。僕は向かいました。駅を降りて、お酒を飲む場所がたくさんある場所ですね。居酒屋、キャバクラとかいろいろある細い道、そこのマンションにありました。うん。そういうお店ね、大体そういう歓楽街にあるんですよ。居酒屋があったり、タバコを売ってたり、少し悪い人がいたり、そういう場所にね、多い。そういう場所は音が大きくても大丈夫だからですね。音が出せるところだから、そういう場所が多いです。久しぶりです、僕も本当。もうね、なんか久しぶりに夜出かけるぞって感じ。全然夜出かけていませんでしたから、もう老後みたいな、なんかこう、もうね、リタイアみたいな生活をしていましたから、ちょっと久しぶりに。ね、でもそこに入ったら、ギターがいっぱいあって、ベースが置いてあって、マスターを見ました。マスターはね、60歳ぐらいかな。とっても背が高くてかっこいいマスター。めちゃくちゃチルなマスター。うん。すべてを見てきた。すべて受け入れる。そんなマスターでした。で、僕はね、ここは演奏できるんですかって言ったら、できますよって言ってね。で、最初は僕も様子を見ますよね。まずバーの雰囲気を見る。いきなりね、演奏できませんよ。まずはドリンクを注文して。僕はノンアルコールのジンジャーエールを頼みました。手作りジンジャーエール。これが美味しい。ジンジャーエールにね、ライムが入ってて、手作りのジンジャーエールだから、ジンジャーと
生姜とライムがね入ってて、ライムがね3つも入ってたんですよ。普通1個じゃないですか、大体の普通のお店はね。もったいないからね。でもライムが3つも入って、もう僕はライムを絞って飲みましたよ。ライムを食べましたよ。こんな美味しいドリンクがあるんだ。そして、お通しも出てきました。お通しはテーブルチャージのようなものですね。テーブルチャージ、と一緒に一つお皿が出てくる。一つ食べ物が出てくる。お酒のあてが出てくるんです。お酒に合うような食べ物ですね。これがまた美味しい。美味しかったです。かぼちゃの煮込み。かぼちゃを煮込んだもの。柔らかく、ホクホクのかぼちゃ。温かい味でしたね。なんだかおばあちゃんを思い出す。昔のおばあちゃんの家を思い出す。そんなかぼちゃでした。それでね、1時間ぐらい僕は様子を見ていたんだ。そしたら、お客さんはね、もう6人ぐらいいましたよ。その店は小さいです。15人は入れない。もう12人ぐらいしか入れない。テーブルは2つ、カウンターが1つ、そして楽器が山のように積まれている。ある一人のお客さんが歌おうと準備を始めたんです。そこでね、ミスター・チルドレンを歌うなんてね、ことを言っていました。ミスター・チルドレンを歌う。じゃあ僕、ギター弾きますよ。と言ってね。そこで僕はギターを持って緊張しましたけども、一緒にね、J-POP を演奏しました。もうそこからどんどんね、楽しくなりますよね。僕はもう、これがやりたかったんです。ってね。だからもっと演奏したいから、何か一緒にやりましょうって言ってね。で、僕はその時友達も来てくれました。イギリス時代の留学の友達です。彼と久しぶりに会って。もう10年以上前に、ね、もっと前ですけど、イギリスで一緒にね、過ごした友達です。彼はね、もう全然ギター弾いてないし、歌も歌ってないけど、一緒に歌おうって言ってね、というか歌ってくださいって言って、一緒にね、演奏しました。その演奏した曲は、留学の時に一緒に演奏した曲です。留学のイギリス、オックスフォードにある大学、でね、バーがありました。で、そこでオープンマイク、そこでも演奏していたんです。そこでね、一緒にやろうって、若い僕たちは、20代の僕たちは演奏しました。バンプ・オブ・チキンの曲です。バンプ・オブ・チキンのダンデライオンという曲をね、演奏しました。あの曲やろうよと言って、昨日も久しぶりに思い出しながら弾きました。全然覚えてないよとか言ってね、あれどうだったっけ、忘れてね、失敗しながら楽しく歌って、そしたらお客さんは、いいですね、いい感じですねって言ってくれて、もうそこからもどんどん人が増えまして、どんどん増えて、次はもう最後はね、もう8人ぐらいいましたね。で、みんなだんだん酔っ払ってきます。お酒を飲んでね、ってね、酔っ払った人がいてね、楽しいんですよ。僕はね、お酒を飲んでないけど、ドラムを演奏したり、ベースを弾いたり、ギターを演奏したりして、で一緒にその初めて会った人と演奏する。全然知らない人と演奏する。でも音楽を一緒に演奏して、もう笑いますよね。笑顔になる。爆笑ですよね。爆笑していました。でそこでね、ある若者が来たんですよ。彼は28歳の日本人。
彼がね、歌をね、じゃあ僕歌いますとか言って、オアシス歌いますって言ってね、じゃあ僕はギターで、じゃあ一緒に弾こうって言って、Some Might Say っていうね、曲を一緒に演奏しました。そしたら、その彼の声が本当に大きい。めちゃくちゃ大きい声なんですよ。もうね、トランペットみたいなボリューム。まーって大きい大人の声が。で、英語がめちゃくちゃうまい。英語の発音がすごくいいんですよ。で、高い声も出る。もうね、最高でした。本当に楽しくて、もうね、僕はずっと笑顔で、いいねって言って、で、一緒にハーモニーを歌ってね。ねえ、一緒にハモって、で、お互い分かり合ったんですよ。いいねっつって、向こうも、いいですねみたいな。ね、お互い連絡先を交換しました。お互いのね、連絡先交換して、ちょっとまた会いましょう。これはもう、超楽しかったです。超楽しい日でしたって言って。はい。いや、本当にね、素晴らしい場所を見つけたなと思いました。結構ね、遠くない場所にあるのに全然知らなかった。こんないい場所があったんですかってマスターに言いましたよ。そう。だから、なんか昨日は本当にね、ずっと笑ってて楽しかったし、もう3時ぐらいまで寝れませんでした。3時半ぐらいまで寝れませんでした。で、思ったんですね。ああ、楽しいっていうの忘れてたなーって、思い出したなーって。なんかもちろんね、こうやって OK ジャパニーズやって楽しいこととか、普段ね、友達に会って楽しいことってあるんですけど、すごく好きなもの、音楽で、こういうものあるかな、ないかな、まさかないだろうなって思っていた。でも、探していったら、まさに僕の欲しいものがあったっていう喜びありますよね。砂漠で水を探していて、砂漠に水があった。そしたら、めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。だから、ずっとなかったものとを手に入れた時のギャップの大きさがすごくあったので、あ、すごく嬉しいなと思いました。まあ日本語学習でもありますよね、そういうこと。言語学習で超難しい言葉をね、何だったっけって思い出して、あ、その言葉だ、思い出せた、やったとか、日本語で喋ってうまくない日本語でもいいんです。うまくない英語でもいいんで、何もうまくなくていい。だけど、誰かと出会って、コミュニケーションできた。心が通じ合うことができた。その時ってすごく嬉しいですよね。ずっと勉強してきて、日本人と話す。で、日本でとか、日本人とコミュニケーションを取ることができた。その喜びはすごいですよね。はい。だからね、こうやって皆さん、毎日ね、ポッドキャストを聞いてる人もいると思います。素晴らしい。毎日毎日積み重ねたものが、こう最後に、ドーンとね、ゴールとしてやってくるときは絶対に来ると思います。僕もね、英語でそういうことはありました。ずっと練習してて、勉強してて、アメリカの友達と日本語なしで分かり合うことができた。コミュニケーションを取ることができた。その時は本当に、うわ、気持ちいい、嬉しいっていう風にね、なりましたからね。はい。そんな感じで今日は僕の話でした。僕の話は友達がしているような話。なんか、そういえば、バーの話でこんな話あったな。あの話誰がしてたっけ？あ、OK さんか。とかね。そういう風に思い出すこともあると思います。はい。はい、このエピソードのトランスクリプトもウェブサイトに作ってますので、
よかったらリンクから見てみて登録してくださいね。はい。それではまた次のエピソードでさよなら。